こんにちは、ゴンズです。今日はビジネスパーソンの皆さんにぜひ読んでいただきたい本として、確率思考、不確かな未来から利益を生み出すをご紹介します。著者はアニー・デュークさんです。私、実はこの本を最初に知ったとき、確率と聞くと難しそうだなと少し身構えたのですが、読んでみると日常のあらゆるシーンに応用できる内容で、とてもワクワクしました。私自身、企業を目指す身なので、将来どうなるかわからない世界に飛び込む怖さを常に感じています。だからこそ、不確実な未来にどう対処するかを扱うこの本は、すごくリアリティのあるヒントが詰まっていると感じました。この本のポイントをざっくりまとめると、私たちが日々下している大小様々な判断は確実なものではなく、確率によって左右される面が大きいということです。ビジネスをしていても、プライベートでも、私たちは自分の判断力や努力だけでなく、運やまだ見えていない情報に大きく影響されますよね。そういう不確実な状況下で、どうやって自分の意思決定の精度を上げていくか、ここがアニー・デュークさんのメインメッセージなんです。私もまさにそう思います。ビジネスプランを立てるとき、この計画なら絶対に成功すると思い込みたくなる気持ちがあるんです。でも、本当に絶対に成功するプランなんてないですし、そもそも成功かどうかすら定義が曖昧な場合も多い。その時に、私はこれが100%正しいと断言するのはちょっと難しいけれど、80%くらいの確信度はあるといったように、自分の考えに確率的な幅を持たせると、変に自分を追い込まずに済むし、万が一想定外の出来事が起こっても学習しやすくなるんです。私、この考え方を取り入れてから判断ミスに対して落ち込みすぎることが減りました。どうしても賭けのような要素はありますが、その賭けをなるべくうまく扱うというイメージですね。では、この本の中身をもう少し詳しくお話ししていきますね。まず、確率思考を実践することで得られるメリットですが、1、結果をそのまま自分の実力だけで判断しなくなる。2、間違いや失敗を過度に恐れず学習の糧にしやすくなる。3、チームや周囲とより客観的なコミュニケーションができるようになる。こういった面があると思います。1、結果をそのまま自分の実力だけで判断しなくなる。これはどういうことかというと、私もそうなんですが、ビジネスでたまたま成功した時って、これ私の戦略や努力のおかげだよね、と手放しで思いがちなんです。でも実は、その陰には、意外と運やタイミングが大きかったりする。同様に失敗した時も、私の能力が足りないから全部ダメだったんだ、と思い込みがちです。でも、もしかしたら運が悪かっただけかもしれないし、足りない情報があったかもしれない。そうすると、私の場合、失敗をきちんと見直すことなく落ち込んで終わり、なんてパターンに陥ることがよくあったんです。でも確率思考を身につけると、100% 私のせいとか100% 運のおかげではなく、だいたいこのくらいは自分の判断が影響して、その残りは運や他の要素が絡んでいたという見方に変わるんですね。そうすると結果を理解するときに余計な感情に振り回されず、冷静に考えやすいんです。そこで学んだことを次の一手に活かせるわけですね。2、間違いや失敗を過度に恐れず学習の糧にしやすくなる。これ、アニー・デュークさんも例に挙げていましたけれど、私たちって結果の良し悪しだけを見て、すぐに自分の選択は正しかった、間違っていたと決めつけがちじゃないですか。でも、例えば大金を投じて新しい商品を開発して失敗したとしても、本当にその企画自体が愚策だったのか、たまたま市場のタイミングが合わなかっただけなのか、あるいは顧客への周知が不十分だったのか、そこを誤解したまま企画自体が悪かったから、もうこういう冒険はやめようと判断しちゃうと、実は学ぶべきところをスルーしてしまうかもしれません。確率思考を身につけると、この時の賭けは角度が低かったかもしれないけれど、トライする価値はあった。運が良ければ実を結んだかもしれないみたいに、失敗を振り返りながらも全否定しないスタンスを持てる。結果だけに振り回されずに、より冷静に次のステップを準備できるんですね。3、チームや周囲とより客観的なコミュニケーションができるようになる。これも私、大きいと思います。
特にビジネスをする上で仲間と意見を出し合うときに、私のアイデアは絶対に正しいです。いやいや、そっちのプランは間違ってるみたいに話してしまうと、お互いの対立感が強くなってしまいますよね。でも確率思考で、私はこの計画に60%くらいの自信があるけど、残り40%は未知数だと思ってる。あなたのプランについては、どのくらいの確率でうまくいくと思うみたいに話すと、より落ち着いて議論はできるんです。相手に私は何が分かっていて、何が分かっていないかを伝えられると、相手も、じゃあその40%の不安材料を一緒に洗い出してみようかとか、自分はもう少し違う視点を足せるかも、みたいなアプローチがしやすくなるんですよね。これってチームワークを高める上でもとても大切だなぁと私は思います。本の中ではポーカーの例がよく出てきます。アニー・デュークさん自身がポーカーの世界大会で優勝した経験を持っている方なんです。チェスって情報が全部オープンなゲームですが、ポーカーは相手の手の内がわからないから結果に負の要素が強く絡んでくる。私たちの日常も完全に情報がオープンなわけじゃないですよね。社内外の状況、顧客のニーズ、経済の流れ、テクノロジーの変化、全部を自分で正確に把握するのは不可能です。だからこそ、ポーカーのように不確実だけど、その中でなるべく角度の高い判断をするにはどうするかを考え抜くという姿勢が大切なんだと感じました。私はこの本を読んでから自分の判断プロセスを振り返るようにしているんです。例えば、大きな決定をするときは、どれくらいの確信度なのか数字で考えてみる。その数字はどこから来たのかを明確にする。もし失敗したら、何が原因かを、と自分のスキルに分けて振り返る。みたいな感じですね。もちろん、それを完璧にできるわけじゃないんですけど、少なくとも失敗した時こそ、なるべく冷静になぜうまくいかなかったのかを掘り下げよう、という習慣はつきました。以前はダメだったらすぐに、やっぱり私って才能ないのかなとか、全然センスないわと一気に落ち込んでいたんです。でも確率思考を身につけると、決して自分を甘やかすわけじゃないけれど、変に自分を責めすぎずに学習に集中できるんですよね。今回は10%くらいの思いもよらない要素が悪い方向に働いたみたいにラベリングできると、次への修正点も見つけやすいです。この書籍を読んで得られるメリットはいくつかありますが、私自身が特に大きいなと思ったのは、長期的に見た意思決定の質を上げることができる点です。私たちは往々にして、今目の前の結果ばかりを気にしてしまいがち。でも、長いスパンで何度も賭けを続けていると、ほんの1回や2回の運不運よりも、全体としての意思決定スキルが問われてくるわけです。アニー・デュークさんも、短期的には運に左右されやすいけど、長期的にはうまく学習を重ねることで高い確率で成功に近づけると言っているように感じました。これはビジネスパーソンにとって本当に大事な視点だと思います。さらに、プライベートでも確率思考の効果はあるなぁと思っています。私の友人に恋愛でいつもなんでダメになるのと落ち込んでいる方がいるんですけど、その人にちょっと確率思考を取り入れてみたらとお勧めしたら、私は毎回お付き合いする相手をいきなり理想の存在だと思い込みすぎて、その人の本質的なところをちゃんと見極める時間をとってなかったかも、と気づいたようなんですね。それってビジネスでも同じで、外部パートナーを探すときなんかに、相手をうまく見るための情報が足りなかったりするんです。なので、最初から100%信頼できるなんていうのは、実は賭けとしてリスクが大きすぎるから、段階的に情報を集めていきつつ判断する。そんな風に考えて動けば、恋愛でも仕事でも、よりうまくハンドリングできるかなと思いました。ただ一方で、本書にもあるように、確率と言ってしまうと、ネガティブなイメージを抱く方がいるのも事実です。私は自分の勘を信じるとか、人間関係を数字に置き換えるなんて嫌だという反発がある場合もあるでしょう。でも、私が思うに、確率思考は決して冷たいものじゃないんです。むしろ、私はここはわかっているけど、ここはわからない。この部分は自分一人では決められないから、仲間の意見を聞きたいといったように、自分の持つ情報量の限界を知って、自分のニーズや不確実さをオープンにする行為でもあると感じました。
それって相手との協力を生む余地になりますよね。最初から全部を分かったような顔をしてしまうと、周囲も口を挟みにくいし、なんだかコミュニケーションが閉じてしまう。だから、私はむしろ確率思考のおかげで、自分一人じゃ分からないところは、ぜひ助けてほしいという柔軟な姿勢になれたと思います。この本の注意点としては、理論を学んだからといって、すぐに運を制御できるわけではないということです。当たり前なんですが、運そのものは操作できませんよね。でも、自分と周囲の状況を少しでもクリアにして、確率の高い選択肢に自分の資源を投じやすくする、あるいはミスした時に建設的に学ぶ、そういった実践的な姿勢を身につけられるのが重要なんだと思います。ポーカーのプロは毎回勝てるわけではないし、上手い人でも負ける日がある。けれど長期的にはプラスを積み重ねていく、そんな感覚に近いんですよね。また、知性が高い人こそ自分の思い込みにはまりやすいという話も書いてありました。数字に強い人は自分が信じるストーリーに合う証拠を数字で主張してしまいやすいということです。これもビジネスでよくあると思いませんか？これは理にかなっているから絶対正しいはずだと思うあまり、反対意見や新しいデータをシャットアウトしてしまうんです。だけど確率思考だと絶対はあまり使わずに、今自分が見えている情報からすると、高確率でこれが正しいんじゃないかと考えられるみたいに少しトーンダウンしておく。その状態でもし違う可能性があるなら教えてほしいとオープンにすることで、結果的により正確な意思決定に近づけるのかなと感じました。この書籍のおすすめポイントとして、私が大きく印象に残っているのは、わからないと言える強さを養うという部分です。日常でも仕事でも何かを決めるときに、本当は確信が持てないけれど、弱気な姿勢を見せたらダメだから強がってしまうというケースってありませんか？そうすると後戻りしにくくなって、間違いを認められなかったりしますよね。でも確率思考になれると、今は60%くらいは成功しそうだけど、40%は不透明だから、ここについてもう少し情報を集めたいです、と堂々と言えるようになる。これはすごく大事なマインドセットだと思います。まとめると、私たちは普段から大小様々な形で賭けをしながら生きているな、とこの本を読んで改めて痛感しました。ビジネスプランを決めるのも、転職するのも、商品の価格をどうするか決めるのも、全部ある種の賭けですよね。その賭けの精度を上げるには、自分の判断に確率の視点を取り入れて、うまくいくパターンとうまくいかないパターンを想定し、次の学習につなげるプロセスを作ること。これを回し続ければ、短期的に何度か負けても、長期では10分勝ちにいける。そう感じました。自分の失敗や成功をちゃんと振り返って、運とスキルを切り分けて考えるというのは、私自身も続けたい大事なポイントです。この本はビジネスだけじゃなく、日常的な意思決定、プライベートな関係、人間同士のコミュニケーションなど幅広く活かせると思います。難しそうな数学理論を永遠と語るわけではなく、ポーカーの経験談や具体的エピソードを交えて解説されているから、とても読みやすいですよ。私もこれ、もっと早く知っていたら、いろんな失敗をもうちょっと冷静に分析できていたかも、と思ったくらいです。皆さんも、なんとなく不安だけど、思い切って決めてみるといった選択をするときや、うまくいかないのは自分の責任なのか、それとも環境が悪いのか、と悩むときがあったら、ぜひアニー・デュークさんの確率思考不確かな未来から利益を生み出すを手に取ってみてください。きっと、今まで曖昧にしていた部分をもう少しクリアに見られるようになるし、自分にとって大事な決定が楽になるかもしれません。はい。ということで、今日は確率思考不確かな未来から利益を生み出すをご紹介してみました。私も企業を目指しているので、特に未来の予測や学習の仕組み作りに関しては、今後もどんどん実践していきたいと感じています。皆さんももし読まれたら、ぜひ感想をシェアしてくださいね。私はこの本を読んでから、わからないと思うことは恥じゃないという気持ちを強く持てるようになりました。むしろわからないからこそ、周りに助けを求められたり、自分で追加の情報を集めに行けたりする。
そこが最大の学びだと実感しています。では、最後の締めに入りますね。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。